こんにちは、気象モデラーです。今回は前回の寿司24を廃車体にするということで、ボコボコボディの表現方法についてお伝えいたしました。今回はその第2弾の動画となります。今回の内容としましては、1つ目モールド切除、2つ目にサビ表現、こちらがメインの動画となります。いずれもですね、秋翔が車両制作に取り入れている表現方法となりますので、今回の動画でどんな風にしてモールドを削っているのか、サビの表現を作り出しているのかをお伝えしていけたらいいなと思っております。見にくかったりお聞き苦しいところもあると思いますが、最後までお付き合いいただければ幸いです。では、おさらいです。第1回目の動画に続き、ハイグレードという中で作成した車両の紹介をしていきたいと思います。ハイグレードとは、廃車になり工場の片隅などで放置された廃車された車両をウェザリングで表現してみようという仲間内の企画となっております。ぜひですね X のハッシュタグハイグレードで、いろんな作品見れますので、ぜひ見てみてください。ということで、本題に入っていきたいと思います。まず今行っているのがつま面の、手すりのモールドの削除になります。この手すりを、真鍮線で植え替えるので、削除していくという流れになります。で標識掛けもですね、別体パーツにしますので、しっかり切除していきます。でこれも両側ですね、両方のつま面、やっていきます。であとこういった名板なんかも、別のパーツつけますので、こちらも削り取っていきます。であとは車端ダンパーですね、こちらちょっと大きいので、ニッパーで切り取っていきます。はい、では屋根上のですね、クーラー、そういったパーツもですね別のパーツ使いますので、切り取っていきます。こちらの配線もですね、忘れずに切り取ります。今削除しているのが、車両の端についています手すりですね。これも、別体化していきたいと思いますので、削り取っていきます。今切り取っているのが雨どいですね。こちらも、ハイグレードということで廃車体にするために、よく雨どいが朽ちて、ぶら下がっているような、そんな表現にしたいと思いますので、この綺麗に、造形されたモールドを削り取ってですね、プラ板を使って、朽ちた雨どいを表現していきたいと思います。デザインナイフでですね、動画のようにスーッと、カットしていきます。でこのドアのですねレールのカバーといった、こちらのパーツも、朽ちたような表現していきたいと思いますので、削り取っていきます。雨どいみたいな細いパーツでしたら、切り取りやすいんですけど、今回のレールのカバーのようなちょっと大きなパーツですと少し力いりますので、切り取りの際は十分気をつけてください。
で大まかに削っていきましたら、あとは慣らしていきます。角度を変えて削り残した部分、そういったところを探しながらですね、調整していきます。モデリングチゼルという道具を使っております。これは、平のみですね。長谷川トライツールさんの、道具になります。そちらで、細かいところを調整していきます。角度を変えるとですね、削り取って残っている部分、そういったところも反射で見えますので、いろんな角度で何回も見直してください。で今施工しているのが、ブロクソンのドリルで、貫通扉を穴開けております。これはですね、貫通扉を、別のパーツを使うために切り抜くという作業ですね。こういったドリルで、大まかに、穴を開けてからニッパーなどで切り取ると、切除しやすくなりますので、皆さんもやってみてください。一気に、切除しようと思わないで、何回かですね、細かくちぎっていくようなイメージでいきます。大まかに切り取りましたら、あとはデザインナイフで、整えていきます。なので、ドリルで穴を開ける場所はですね、切り取りたい場所の内側を攻めてください。ギリギリまで、穴を開けてしまいますと、切り取った際にですね、残したい部分まで、取ってしまいますので、それを防ぐために、切り取りたい箇所の内側に、ドリルで穴を開けて、そこからデザインナイフ等で、成形していくようにしていきます。はい、こんな感じですね。まだちょっと様子に残ってたので、こちらも、しっかり削り取っていきたいと思います。はい、じゃあ反対側も同じように、切り取っていきます。この穴を開けていくとですね、ニッパーで、切り取った際、ボディへの、負荷が少なくなりますので、破損が、大変少なくなります。ですので、ボディの一部分だけ切り取りたいような加工をするときは、よく使われる方法となります。ボディの底のですね、薄い部分、これも実はもう割れてしまったんですけど、こういった部分もですね、非常に難しい箇所になりますので、気をつけてほしいと思うんですけど、プラスチック相手ですので、最悪切れても接着剤でなんとかなりますので、そこは、接着剤でカバーしていきたいと思います。ギザギザの、ところがデザインナイフでまっすぐなっていくと気持ちいいですよね。
はい、ということで貫通扉終わりました。じゃあ次は、クーラーですね。こちらもですね、実はこのジャンク品で取り入れた時1個クーラーパーツがなかったので、今回1箇所ないところを、切り取りまして、イメージとしては部品取りで、クーラー、持ってかれたということを想定して、不足していたパーツをカバーしていきたいと思います。で続いて、こちらはサビの表現になります。ニードルという針でですね、サビで、塗装が剥がれてボディの地が出ている、そんな、ことを表現していきたいと思うんですけども、まずニードルで、大まかなサビのイメージを描きます。その後に、チゼルで、削っていきます。表面の塗装が剥げて下の、ボディが、出てきて、さらに、錆びてちょっと朽ちているようなことを、イメージしますので、多少粗削りでも大丈夫です。この作業もですね、ボディが硬くなってますので、削り取る際は、少しずつちょっとずつ、進めていってください。で削り取る角度も変えながらですね、削り取ったところのエッジを立たせるような、感じで、削り取っていきます。錆で塗装が剥がれたというので、錆の縁がですね、のっぺりしているとかっこ悪いですので、ちょっとこう内側、めくれるようなイメージで今やってますけども、そういった感じで、削り込みをしてあげると、錆の表現がですねよりリアルな感じになります。また後ほどやっていく、ウェザリングの時に出ますね、エナメル塗料の染み込みが良くなりますので、より、いい感じに仕上がります。はい、じゃあ続いてですね、窓枠の下部ですね、こちらも、錆で浮いたような表現をしていきたいと思います。水が溜まってですね、どうしてもこういう下部のところは、膨れ上がるような、錆の形になりますので、それを表現していきたいと思います。でこの作業なんですけど、とっても危険ですのであんまりおすすめしないんですけど、こんな感じでちょっと、切り込み入れてあげると膨らんで、錆で水を含んだ感じが出てきます。ただこれ本当に失敗しやすいので、さっきも言いましたがおすすめはあんましません。はい、失敗しました。ボディと、ギリギリを攻めて、削りというか膨らみを作っていきますので、ちょっと力の入れ方にするとさっきみたいにガッといってしまいます。なので、このガッといってしまったところは、錆で剥がれた感じにしてカバーしていきたいと思います。はい、それもミスりましたね。意外とこのトミックさんのボディ硬いので、結構力加減が難しいんですよね。
鉄これなんかのボディは柔らかくて加工しやすいんですけど、やっぱりこういったボディはしっかりできてますね。はい、これを全ての窓に加工していきます。水のたまる場所にこういった膨らみが出ますので、 R の部分全部やる必要はなくてですね、窓枠の端っこ下部の、R の部分の内側のところから、削っていきます。で全部やるとこんな感じで、サビの雨水が溜まった感じになりました。はい、窓の、加工終わりましたんで、今度はですね、サビのボディのサビの、浮きの表現をしていきたいと思います。でこちらのサビ浮きの、表現なんですけど、プロモデラーのアラーキーさんの、技を、取り入れまして、ダイレクトカット法とかいう技法だったと思うんですけど、直接カッター表面に、カッターの先端をですね入れていって、ちょっと浮かせるような感じでいきます。そうすると、サビで塗装が浮いたようなそういった表現ができますので、膨らみすぎたところは指で撫でて慣らしてあげると、落ち着いた感じになりますので、その辺は、角度を変えて削り方も変えて、その都度調整という形になります。このサビの剥がれの形なんですけど、これもなかなか自然な、剥がれ落ちた形にするのは難しくて、一回イメージで大まか描いてはみるんですけど、削りながら自然な感じに持っていきたいと思います。どうしてもこういう表現、モデルで表現するってなると、嘘というか実際に剥がれたものではないので、自然な感じにならないとすごく出来上がりに違和感が生じてしまいますので、極力、サビのですね剥がれ落ちた画像なんかもインターネットとかでですねよく参考にしてもらって、より自然な感じでサビの表現をしていけたらいいかなと思います。作ったサビじゃなくて、自然にできたサビ、そうなるように、切り込みを入れていきます。であとこれはですね蓋の下部ですね、これもさっきの窓と同じような感じでどうしても水が溜まる場所膨らみやすいので、そういったのも、表現していきます。この技は結構秋章は使っていまして、例えば EF81 の側面の、ルーバーの下の部分なんかもこういった表現、こういった技法を使って、水が溜まっ
て膨れたような表現、こちらよくしています。パテとか瞬間接着剤を盛り込んでもいいんですけど、こうやって実際にボディを浮かせた方がより浮いてるかなと、浮いてるように見えるかなと、そういった感じになります。でこの平の実もですね、もう多分相当刃が悪くなって切れ味も悪くなってですね、さっきからミスってばっかりいるんですけど、ボディギタギタですね。手入れもねしっかり道具はしていかないと、こういったところでボロが出ますので、皆さんも道具は大切に使ってください。ボディ両面にですね、こういったサビの剥がれの表現を、ずっとしていくんですけども、多すぎると、変ですし、少なすぎても変ですし、そういったそのバランスですね、見ながらやっていただきたいと思います。ずっと同じところばっかり見てると全体が見えなくなりますので、1個サビを作ったら、1回ちょっと離れてみて、バランスを見てみるのがいいかと思います。ちょっとここ少ないなとか、なんか変だなみたいなとこあったら、そういったのは引きで見ないと見つけにくいので、都度ですね、ちょっと引きでこう見てバランスを整えていくようにしていってください。さっきから削りの勢いが強すぎてガッといってる跡がたくさんありますけども、そういったのもサビでカバーしていきます。ちなみに今回これ、塗装しますので、そういったところも多少はカバーできますので、結構豪快にやってますけど、ものによっては失敗できないところもありますので、その辺は気をつけながらやっていきたいと思います。削って余分な、箇所はですね、デザインナイフで削り取ってあげると、いいかなと思います。もうダメですね、こののみ削らないと、失敗ばっかしてます。はい、こんな感じで塗装が剥がれたボコボコに、なりました。はい、今回はですね、モデリングチゼル、平の実を使ったりデザインナイフなどを使って、ボディのモルド切除や、サビの表現をしていく動画となりました。また今回の作業ですね、とても、危険な作業になりますので、参考にして作業される方、十分に気をつけてください。で今回は、そういったサビの表現、実際に上に塗るんじゃなくて、削り取った作業になりますので、マイナスの表現
気象は塗装で表現するのはプラスの表現、削り取るのマイナスの表現みたいな感じの言い方をするんですけども、今回は、マイナスの表現ということで、削り取りの作業になります。このプラスの表現とマイナスの表現ですね、合わせると、のぺっとした車両がですね、一気に立体感が出てとてもいい見え方をしますので、ぜひ皆さんもやってみてください。で、秋翔はですね、X、インスタ、ブログ、また 3D パーツの販売ですとか、そういったものもやってますので、リンクにありますので、よろしかったらそちらの方もよろしくお願いいたします。で、皆様の、感想コメントお待ちしております。動画が良かったらぜひいいねをお願いいたします。最後まで見ていただきましてありがとうございました。